星が。ルタール、ルタ。クラーク、君も気づいたんだね。うん。いつもと星の動きが違うと思ったんだけど、やっぱりか。クラ、空を見て。青の大陸の上に浮かぶ星たちがいつもよりも不安に揺れているよ。ねえルタ、これは一体何を示しているんだと思う？わからない。俺たち二人でも読み解けないだなんて。唯一わかることがあるとすれば、何か大きな変化が起こるということだけか。でも変化はいつだって世界を乱す。それが成長であろうと進化であろうと。なら俺たちは守らなくちゃいけない。この国を、俺たちのロード。ルタ。うん、そうだね。安心してクラ。俺たちは占星術師でありフラガリアの騎士。きっと導くことができるから。ああ、待たせちゃってごめんね。これから僕がすべきことを、考えをまとめていたんだ。来てくれてありがとう。早速だけど、僕の考えを聞いてくれるかな。最近この青の大陸でおかしなことが起こってることは君も知っているよね。不思議な存在、確かシーズって言ったっけ。いろんな場所に現れてはみんなをとても怖がらせてる。そう、僕はそれがすごく悲しいんだ。傷つく恐怖は何よりもみんなの心をすさませてしまうから、疑心暗鬼になって仲良くできなくなってしまう。僕は守りたいんだ。ロードである彼のこともみんなのことも。怖いものがなくなればきっとみんな仲良くできる。だからこの前に話したこと協力してくれるね。ありがとう。君ならそう言ってくれると思ったんだ。大丈夫。きっと僕がこの空を、全てを守ってあげるから。フラガリアメモリーズ。この国は騎士がいない王国だって聞いてたが、想像よりずっと賑やかだな。はいはい、お兄さん、旅のお人かい。うちの商品を見ていきなよ。いやいや、お土産ならうちだよ。隣の店より上等だよ。なんだよ、邪魔しないでよ。そっちこそ。いや、これは騒がしいというのか。よー、兄ちゃん、よかったらうちの漬物見ていってよ。ほら、パリパリラッキョウなんかはこの国の名物なんだよ。何せ黒見様の好物だし、ピリ辛で甘くて最高だよ。いや、俺はクソ、長旅のせいで腹が減った。ピリ辛がうまそうだな。でもギリギリ買えない。なんだい兄ちゃん、もんなしかい。なら安くしてあげるよ。本当か。じゃあ一瓶。はいよ。ご家族への土産ならリボンをおまけしてやろうか。いや、いい、自分で食うから。なんだい、もしや兄ちゃん訳ありかい。兄ちゃんの風貌から言って反抗期って感じだから、家出中とか。関係ないだろ。図星か。恥ずかしがらずともいいぞ。この国は黒見様に似て懐が深いんだ。
行くところがないならしばらくこの国にいればいいさ。このご時世にこんな見ず知らずのやつになれなれし、いや無防備で大丈夫かこの国は。なあ、この国は騎士がいないと聞いたが本当か？ああ、黒見様が一人で切り盛りしているよ。でもそんな国は他にあまりないだろう。まあね、この青の大陸はシナモン様の国が他の国と同盟を結んでるおかげで他の大陸より安全らしいんだがね。黒見様はそういうのが嫌いみたいで、同盟も組んでないし騎士もいないんだよ。嫌いみたいでって。ひねくれてるだろ。おかげで俺たちみたいなひねくれ者が集まってる楽しい国になっちまったのさ。すみません、パリパリラッキョ一つください。お、坊ちゃんお使いかい。お、よかったな。今日はこれが最後の一瓶だよ。うん。ねえねえ、瓶にリボンつけてよ。いいぞ。黒見様と同じ紫のリボンをつけてやろう。毎度あり、気をつけて帰るんだぞ。はーい。まあでも活気がある国なのは間違いないか。兄ちゃん、さっきの話だけどよ。ああ、俺たちは国民のために一生懸命な黒見様が大好きだ。意地張る癖があるから一人で無茶しちゃってんだろうけどな。でもそんなところも憎めないんだ。そうか、この国の王様黒見ってやつは慕われてるんだな。さっきのこの声だ。何かあったのか？大丈夫か？そこのお兄ちゃんにぶつかってらっきょうの瓶割っちゃったよ。なんだよもう。俺は行くぞ。こんならっきょうキッズになんか構ってたら遅れるからね。待てよ、この子に何か言ったらどうだ？ぶつかってきたのはそこのらっきょうキッズだよ。それに俺っちはこれから騎士になる予定なんだから、そんな暇ないんだよ。ぶつかった子供を無視していくのが騎士らしいとは思わないけどな。お前怖い顔して何なんだよ。ビビんねえからな。俺っち急いでっから。やばいよ。覚えてるよ。どうしよう、最後の一瓶だって言ってたのに。なあ、これ。あ、このらっきょうお兄ちゃんのじゃないの？やるよ、お使いなんだろ。そんなのダメだよ。僕もうお金ないし。じゃあそのリボンと交換しようぜ。俺のにはリボンがないけど、それでもいいか？あ、いいの？ああ、ちょうど紫のが欲しかったんだ。ありがとうお兄ちゃん。お、じゃもうぶつかるなよ。お兄ちゃん、さっきすっごくかっこよかった。お兄ちゃんが黒見様の騎士になったらいいのに。俺が騎士なんて、そんなものなりたくてなれるもんじゃないだろ。でもさっきのやつ騎士になる予定って言ってたけど、どういうことだ？ぜひ黒見様の騎士に立候補していただけませんか？は？急にごめんなさい。でも後で説明しますから、とにかく一緒に来てもらえませんか？もうすぐ締め切りなんです。おい、突然なんだよ。お願いします。一体なんだよ、城の前まで連れてきて。すみません。見てください、この張り紙です。お？黒見様の騎士1名募集中。値の手となり足となり、言うことを聞く忠実な家来になりたいやつ、みんな大集合。なんだこのふざけた文章。実は今黒見様はご自身に仕える騎士を募ってるんです。いや、それはわかるけど、ていうかお前何者なんだよ。申し遅れました。ミュンナはコギミュン様の国から来たミュンナと言います。黒見様にシナモン様の国との同盟を結ぶようにお願いしに来たんです。
あの王国にはすごい騎士がいるって話題なら聞いたことがある。よくご存知ですね。やっぱりシエルモートさんって有名人なんだな。コギミュン様の国も同盟に入って平和になったんです。なので黒ミ様にも同盟をお勧めしに来たんですが、きっぱり断られてしまって。だからせめて何かあった時のために騎士と契約した方がいいとお伝えしたのですが、そしたらいいけどあたいはあたいのやり方をするってその直後に出たのがこの騎士募集なんです。行動早いな。それでなんで俺を連れてきたんだよ。そもそも俺はこの国の人間じゃない。自分の国を捨てて飛び出してきてるようなやつだぞ。あなたはどうして自分の国を出てきちゃったんですか？それは俺が弱くて何者にもなれないやつだから。悔しさに耐えられなくて国を出た半端者で。よくわからないけど何者かになりたいんですよね。ミュンナはあなたもなれると思います。フラガリアの騎士に。はあ？お前みたいなガキが一体俺のどこを見て。ミュンナは子供じゃないです。これでもコギミュン様に仕えるフラガリアなんです。え？フラガリア？お前が？確かにミュンナはすっごく強い騎士ってわけじゃないです。でも騎士道って一つじゃないんです。きっとコギミュン様はなりたい心が大切って言ってくれました。心？ミュンナにはミュンナの騎士道があります。あなたにとっての騎士道はもうありますか？俺にとっての騎士道？俺にはそんな胸を張って言えるようなものは。そもそも俺はまだ騎士じゃ。あなたがもし騎士に全く興味がないなら仕方ありませんが、だけどさっきあんな風に人に優しくしてあげていたあなたならフラガリアの騎士になれるんじゃないかと思ったんです。あれは偶然で。改めてお願いします。騎士募集受けてみませんか？ごめんなさい。ミュンナしつこかったですよね。分かった。そこまで言うなら受けてみるよ、騎士募集。確かに自分がどこまでやれるか確かめてみたいからな。本当ですか？俺はクロードだ。クロードさんですね。実はミュンナあなたのことなんだかちょっと黒ミ様に似てるなって思ってたんです。なんだそれ。その黒ミ様ってのがどんなやつか心配になるな。それは騎士になればわかりますよ。そういえば黒ミ様、あいつの王国を超える最強の騎士を選んでやるって張り切ってたな。最強の騎士？どうかしましたか？いや。もうすぐ審査が始まるので行かないと。もう？はい、黒ミ様ってちょっぴりせっかちみたいで急ぎましょう。おい、ミュンナが焦ってどうすんだよ。すみません。せっかくだ。こうなったら本気でやるしかないな。いっぱい人がいますね。受付はこっちだっけ？おい、こんな人混みに一人で行ったら。ほら、小さいから見えなくなった。迷子になるな、あれは。しかし本当に騎士志望の連中が大勢集まってるんだな。こう、なんというか柄が悪そうに見える奴らも結構いるが、それでも
ガチで悪そうなやつはいなさそうだし、王国にはロードの人柄って出るんだよな。悪い。マフラーが。おい、そんなにひったくらなくても取らねえよ。大丈夫か？なんだあいつ。クロードさん、こっちです迷子になっちゃったかと思いました。だからお前が先に行くと小さくて見えなくなるんだって。はいはい、では皆様、最初の試験がございますので、騎士の試験に応募した方はこちらに整列してください。あれ、みんな違います。案内しただけで。はいはい、時間がありませんからね。あなたはここの列ですよ。ほら、行った行った、急いで。あいつまた人混みに流されていったけど大丈夫か？はい、皆さんにはこれから2つの試験を受けてもらいます。今から1つ目の試験ですので、そちらに5人ずつ並んでください。騎士としての最初の試験か。気を引き締めないとな。一体どんな？はい、ではでは順番にチェックしていきますよ。せーの。それはちょっとダサいですよ。不合格です。では次はあなた。あなたのそれはかっこいい。合格。はいはい、わかりましたから。かっこいいって何のことだ？急いで。はい、次あなたですよ。ああ。では行きますよ。あなたの思うかっこいいポーズをとってください。はい、ポーズ。こうか。そんなに足をクロスして手がそんな位置に。合格です。はい、次の方、時間がありませんからね。進んで進んで。なんだ、さっぱりわからないうち合格したぞ。お前、さっきの怖い顔のやつ。あんたはらっきょうの瓶を割ったやつじゃねえか。なんでお前が試験受けてんだよ。俺っちが騎士になる予定なんだから無駄だぞ。はいはい。でもあんたさっきの試験受かったんだな。あれってどういう試験だったんだ？あ？お前そんなこともわからないのか？騎士たるもの、かっこいいポーズは必須っていうのが黒見様の考えなんだよ。やっぱ決めポーズがないと閉まらないからね。はあ、なんだそのふざけた試験。大丈夫かよ。次の方、はい、ポーズ。あいつはさっきの不愛想なやつ。何かポーズを。これが俺のポーズ。すごい。ただの棒立ち、斬新です。合格。なあ、お前あれで合格したのか？そうだけど。お前のあれで合格するとかますますわかんねえよ。優しいから。え？この世界はみんな優しいから。まあだから騎士が必要なんだよな。こんなガバガバの試験、反対に心配になってくる。もういい？ああ、呼び止めて悪かったな。なあ、もう一ついいか？何？どうしてお前は試験を受けようと思ったんだ？なんだよこいつ、なんか喋れよ。俺は俺の守りたいものがあるから。そのために騎士に選ばれればそれで構わない。おい、よくわかんねえ理由だな。まあ俺も自分の力を試してみたいと思って参加したようなもんだから変わらないか。でもなんか負けたくねえな。ミュンナ、お前受かっちまったのか？人混
組に押されていたら試験官の前に来ちゃって、違うってずっと言ったんですけど、あれよあれよという間に全然お話聞いてくれませんでした。はあ、やるからには負けたくねえが、本当に大丈夫かこの国。さあさあ、無事に一つ目の試験に合格した皆さん、ここが最終試験会場です。いいですか？これより最終試験の説明をいたします。いよいよ本番か。どうしてみんなまで試験を。最終試験はだるまさんが転ぶ前にかくれんぼしてる黒見様を見つけてゲームです。おい、またふざけた試験だな。名前も長えし。一人の黒見様が城のどこかに隠れています。時間内に見つけ出すことができた者だけが合格です。また黒見様を探す間、だるまさんが転んだのゲームを同時に行います。動いてはいけません。動いた者はビリビリビームが打たれて失格になります。なんでしょう、ビリビリビームって。突然すごそうだな。すみません、一つ聞きたいのですが。何ですか？ご質問はお早めに。だいぶ前から黒見様は隠れていらっしゃるんですから。この試験で騎士の何を見るんでしょうか？黒見様は臨機応変な行動力と緊張感を持ちながらも冷静さを保てるものを求めているんですよ。これはそれを確かめる素晴らしく画期的なゲームなのです。なるほど。さすがにあいつも難しい顔してんな。まあ無理もないか。ちょっと、いやかなり悪ふざけみたいな試験だもんな。でもなんかこういうの面白いかもな。さあさあ、皆さん準備はいいですか？隠れている黒見様はたった一人だけ。つまりこの試験で合格できるのは一人です。それではスタート。だるまさんがここが転んだ。止まらないと。だるまくそ、さんが面白いっていうのは前言撤回だ。こんな広い城で見つけられるのかよ。しかもよく考えれば俺黒身の姿も知らねえし。なあマフラー君さ。俺のこと？そうだよ。お前さ、黒身ってどんな見た目か知ってるか？君そんなことも知らないで騎士に応募したの？まあな、俺はこの国に来た初日だし。ここが怪しいか？転んだ。危ねえ。じゃあなんで君こそ騎士に立候補したの？騎士は大切なものを守る存在。そのはずなのにロードのことも知らずに応募するなんて。まあそうだな。お前の言う通りだよ。ならだけど俺はこんな面白い試験をするのがどんなやつか気になるぜ。だってこんな広い城なのに一国の主の絵とか肖像一枚もないんだ。きっとちょっと変なやつだよな。あ、だるまさんがくっちゃべってる場合じゃないか。じゃあなマフラー君。俺だってあんなこと人に言える立場じゃないか。俺も俺の守りたいもののためにこの試験を受けている。それはこの国の人たちには不誠実に違いないよね。でも今はこれが最善の方法なんだ。しかし彼、どこにも肖像がないって気づくなんて大した観察力だ。おかげで俺は正解が分かってしまった。
キドキして動けないよ。お、ミュンナ、どうだ、何か手がかりはあったか？転んだ。くっそ、この動けない時間がきついんだよな。これじゃなかなか探せませんね。見つからなかったら動いても大丈夫じゃね？俺っち天才。おい、お前下手に動くなよ。うるせえな。俺っちは臨機応変にするんだよ。そっちに行っちゃ危ない。はい、63番失格です。しかも棚に突撃しちまったな。あれ、あの人動かなくなっちゃいましたよ。まさか。だるまさんが。おい、大丈夫か？よし、生きてるみたいだな。ミュンナ、相手に触れると少し回復する魔法が使えて、なのでこの人を直してみます。そんな特技があるんだな。待ってろ、俺も城のやつを呼んできてやる。でもクラウドさんは試験が。こいつは変なやつだけど放っておくのも胸くそ悪いからな。クラウドさん。おい、誰かいないか？てかどこで見てるんだよ、俺たちのことを。転んだ。25番の方動いた。失格。10番31番失格。いや、さすがにあのビームはヤバいだろ。ここのロードはたまに物事の加減を間違えるタイプだな。だるまさんが。ここはいない。もうこの城のやつは一体どこにいるんだよ。まさか排水溝の中にいたり。いや、いるわけないか。なんだこれ。小さい人形。うわ、びしょびしょじゃんか。でも、へえ、なんかちょっと可愛いな。はい、終了です。しまった。おい、嘘だろ。それでは途中で失格にならなかった人たちは集まってください。クロードさん。悪いミュンナ、城のやつを見つけられなくて。大丈夫だったか？ちなみにビリビリビームは当たってもすやすや安らかに寝てしまうだけなのでご安心を。なんだよ、それを早く言えよ。だから魔法でも目覚めなかったんですね。さあさあ、この中で黒御様を見つけた方はいらっしゃいますか？これもしかして全員失格なんじゃ。はい、見つけました。あいつ見つけたのか？くそ。そんな。クロードさんはミュンナの代わりに人を呼ぶために走り回ってくれたから。お前は悪くない。クロードさん。では黒御様を見せてください。はい。そうですそうです。この小さな黒御様マスコット、これは間違いなく黒御様でございます。どういうことですか？実はこの試験、だるまさんが転んだをこなす身体能力を発揮しつつ、かくれんぼで探索力も駆使し、さらに探すのが本当の黒御様ではなくてお人形様の黒御様であることに気づくという推理力まで試される試験だったのです。すげえ。さすが黒御様だ。アホばっかりなのか、この国の連中は。でもこのマフラーのやつはきちんと解いて見つけたってことか。お前すごいな。そうかな。君も途中までは気づいていたけど。せっかくですのでこの試験における推理の答え合わせをしましょう。まず城の中にロードをかたどった絵や銅像が一つもないのは不自然ですね。それと
黒見様が一人なのは当たり前なのに、私が一人を強調していたのにも気づいてほしかった。このくらいの観察力と推理力は騎士の方には欲しいですね。いやー、合格者の方はお見事でした。はあ、それでマスコットって気づいたんだな。っていや、ちょっと待ってくれ。じゃあこれでもいいのか。おや、他のマスコットは全て片付けたはずですが、しかしな、それは期間限定の黒見様マスコット。城内大掃除で紛失して問題になっていたのが見つかるなんて。よかった、これで黒見様に叱られない。俺はどうなる？そうですね、確かにあなたも黒見様を見つけになられました。イレギュラーではございますが、この試験合格者はウィルメッシュ様とクロード様の両名です。よし。しかしそうなると緊急で次の試験をご用意しなければならず、お二人は少々お待ちを。他の方たちは失格ですのでお帰りください。クロードさん、本当によかった。ミュンナは失格ですから、お城の外で報告を楽しみに待ってますね。おい、そんなに期待するなよ。これはミュンナの直感ですが、きっとクロードさんは黒見様のフラガリアの騎士になると思うんです。どうかご分を。そんな。ああ、というわけで俺も合格だ。よろしくな。ウィルメッシュって言ったか？きっとクロードさんは合格してくれる気がするな。新しい騎士ってことはミュンナの方が先輩になるのかな。どうしよう。ミュンナ立派な先輩になる自信ないかも。あれ、そういえばクロードさんと残ったウィルメッシュってどこかで聞いたことあるような。よく寝た。目が覚めましたか？あの試験何なんだよ。おかげで快眠しちゃったよ。優しくて平和なビームでしたね。出たぞ、化け物だ。もしかしてこの国の騎士は。そうだ、まだ試験中で。どうしよう。ミュンナが行かなきゃ。さあ、正真正銘最後の試験の準備ができました。とてもシンプルな試験です。お二人には胸に黒見様バッジをつけていただきました。今からそのバッジを奪い合ってもらいます。黒見様を最後まで安全にお守りできた方が騎士として合格です。最後の試験は分かりやすくていいな。それでは両者位置についてください。胸に秘めた黒見様を大事にお守りしますゲームスタートです。だから変なタイトルをつけるなよ。喋ってる暇はないよ。っておい、どこ行くんだよ。待て。待てと言われて待つわけがない。おい、こら逃げるな。どこだ。この距離で見失った。えい。お前急にどっから出てきたんだよ。隠れるのは得意なんだ。お前こっちはかくれんぼの続きをしてんじゃねえんだよ。隠れるなんてそれが騎士のやり方かよ。これは騎士として守る試験だ。大切なものは奪われないように、壊されないように秘めて守る。これが俺の騎士道だ。君こそこんなに無防備なのが
騎士。くそ！おっと危ない。でもそう簡単には取らせないよ。くそ、だからすぐに隠れやがって。どこだ！闇雲に探しても仕方ないな。少し落ち着かねえと。お、なんだ、城の外が騒がしいぞ。あ、街の様子がおかしい。俺はおい、ラッキョキッズ立てよ。早くここから逃げるぞ。あの時の俺っちが手を貸してやるから。今のうちに逃げてください。ミュンナが時間を稼ぎます。ありがとう。行くぞラッキョキッズ。あれがシーズ。黒くて大きい。怖い。でもミュンナが浄化しなきゃ。コギミュン様だっていつも一生懸命頑張ってるんだもん。ミュンナだって立派な一人前の騎士をしなきゃ。でも怖いよ。クロードっていう青年、ただものじゃない。本当に勘がいい。さっきも隙を伺ってバッジを取りに行ったのに取れなかった。急に窓を見たと思ったら隙だらけだ。今なら。ウィルネッシュ、出てこい。お前にバッジをやる。突然自分でバッジを外して一体どういうつもり？街にシーズが出た。シーズが？だからお前にバッジをやる。俺は今からシーズの方に行く。君本気？だからお前にバッジを渡すんだ。ロードを隠して守るのはお前の方が得意だろ。黒ミ様はそっちの方が安全だ。君はそれでいいの？そりゃあ悔しいけど、俺はまだ全てを守れる騎士になるにはまだまだ弱くて足りない。ならせめてこれが俺が今できる精一杯の守るだ。それに俺は形だけの騎士になりたいわけじゃない。クロード君。じゃあな、お前は黒ミ様のところへすぐ行け。分かった。どうしよう。消化しようとしても遠くてうまくできません。それになんだか、もしかしてミュンナを飲み込もうとして。こうなったら飲み込まれる時に浄化するしか。ごめんなさいコギミュン様。アップで間に合った。クロードさん。おいミュンナ、お前無茶しすぎだろ。ほら立てるか。助かりました。ありがとうございます。なあ、あれがシーズか。はい、浄化しようと思ったんですけど。浄化？そうか、シーズは浄化じゃないと消えないんだっけな。はい、けどミュンナの力ではシーズに近づかないと浄化できなくて。あれ、そういえばクロードさん騎士試験は？今はそんな話してらんねえ。
なあみんな、お前の力を借りていいか。でもミュンナは騎士としてダメで。何言ってんだよ。他の国の民まで守るなんて、お前は立派な騎士だ。それに俺は浄化は見たことがあるけどやったことは一度もない。だから手伝わせてくれ。はい。それじゃあ行くぞ。ミュンナを抱えてどうするんですか？弾かれないように俺がお前を支えてやるよ。安心しろ。俺は小さい頃からずっと騎士になりたくて鍛えてたんだ。そうだったんですか。走るから振り落とされんなよ。今だ、行けみんな。はい、お願い、当たって。よし。やったな。本当にまた旅をするんですか？お前少しゆっくりしていってもいいんじゃねえか。漬物の匂いが気にならなけりゃうちに泊まっていいんだぞ。いや、いいよ。もうこの国のフラガリアは決まったし、俺にはもう少し修行が必要みたいだからな。俺っちはあんた騎士に向いてると思ってたけどな。この試験で本当に騎士になろうとするあんた本当にすごかったよ。ミュンナ、なんで急に泣くんだよ。もしかしてさっきのシーズのことがまだ怖いのか。違いますよ。そうじゃないです。だったらなんで泣くんだよ。だってクロードさんが失格になったのはミュンナを助けに来たからですよね。違うよ。でもじゃあなんで。それは俺が思う騎士らしい行動をしただけだ。後悔はねえよ。じゃあな、プラガリアの騎士ならその泣き虫を直せよ。待って。フィルメッシュ、お前黒御様は守れたのか？ああ、その黒御様から君に伝言だよ。なんだよ。手紙を預かってきた。何あんた補欠合格だよ。この黒御様が騎士見習いとして拾ってあげたんだから感謝して、いつかちゃんと値の騎士にふさわしくなれるよう汗水垂らして働きな、黒御。はあ？おい、じゃあお前はどうなんだよ。俺は合格、君は騎士見習いだけど。だからつまりクロードさんは黒御様の騎士仮ってことなんですね。マジかよ。いいのか？俺から見ても君はそれにふさわしい行動をしたと思うよ。よかった。コギミョン様にも報告しよう。兄ちゃんよかったな。お祝いに今日は未来の騎士様に好きなだけこの王国名物のパリパリラッキョをごちそうしてやるよ。よかったクラ、望遠鏡も使わずに星を眺めていたの？うん。あれはルタ、僕の後ろに隠れて。星が。やあ、双子星の騎士たちこんばんは。今日は星が綺麗な夜だね。シエラモート、シナモン様の騎士がなぜここに？ねえ、
僕にも教えてくれないかい？星々が紡ぐ物語は今何を語ってるのかね。君は何が言いたいの？君たちなら気づいているはずだ。この大陸に何かが起ころうとしていること。そんなに警戒しないで。いいな、二人は仲良しなんだね。だからそう、僕ももっとみんなと仲良くしようと思って話しに来たんだよ。